はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回は CC セットの 1DT モデル DC02 ソロです。EG イヤフォンズさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。DC02 ソロは DC01 コーヒービーンのアップグレードモデルということだよ。コーヒービーンが発売から3年ぐらい経つんだけど、なかなかいいモデルだったんで、2024年バージョンとしてブラッシュアップしたんだろうね。価格は2000円ぐらいのエントリーモデル。お手頃だね。チューニングも変えてきたのかなと思って波形比較してみると、あらら、かなり似たチューニングなんですね。そう、聞いた感じも似てる部分が多かったけど、アップグレードされたデュアルマグネティックサーキット DD と PU プラス PET コンポジットダイヤフラムで鳴り方は少し変化しているね。詳しくは後で触れることにしよう。外観はブラックモデルはマットな質感で酸化フロスト加工が施され、シルバーモデルは電気メッキプロセスを採用し、表面に揮発性の層を追加。キスや指紋がつきにくい加工になっています。特許取得済みの TPE イヤーリングも健在で CC セットモデルの特徴です。サイズは上の通りです。ソロはコーヒービーンと比べるとフェイスプレートの素材が亜鉛合金の分多少重めですが、片側 6.6g は重い部類には入らないでしょう。波形のチェックはまずイヤーチップ比較からね。バンドルイヤーチップは1種類だけど、これも特許取ってるってことで、特徴は上の通り。上部に溝があって軸が短めになってる。こだわりがなければこれを使うのもいいかも。まあいつもの通りディバイナスベルベットを使って視聴と音収録という流れになるんだろうけどね。その通り。さらにマイイヤーチップを重ねてみると、ファイナル E 以外ならどれを装着してもそんなに大きな変化はなさそうだったね。サウンドチェックはコーヒービーンとの比較ですね。そうだね。さらに今年発売の CCZ で印象の良かった BC02 も一緒に聞いてみようと思う。同じ 1DT で CC セットの最近のモデルですね。これ結構評価高かったですものね。音調整の基準は DC02 ソロ。バンドルケーブル使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。やはりソロとコーヒービーンは波形が似ているだけあって収録音もかなり似ていましたよね。そうだね。実機、収録音問わずはっきりしていたのはソロの方が低域がちょっと強めに出ていた。中高域は低域の差の分コーヒービーンの方がやや明るめに感じた。さらにコーヒービーンの方が締まった感じの鳴り方をしていて、ソロは音が拡散するような感じだった。コーヒービーンは低域に定評がある鳴り方なのにソロはそれを凌駕するんだね。そう、それに中域の谷はこの比較では一番深いからドンシャリっぽいし。つまりソロとコーヒービーンは波形は似ているけど小さな違いはあって波形に出にくい鳴り方の部分では結構違いを感じたということですね。そうだね。一方 BC02 は低域は少し絞って1キロから2キロあたりにはっきりした違いが出ていて、
収録音でも違いがはっきりしていたでしょ。そうだよね。BC02 は2024年発売で、チューニングは新たな傾向なのに、ソロは BC02 を踏襲せず、コーヒービーンのアップグレードバージョンとして、チューニングも合わせたってことなんだね。そうだね。発売から3年も経てば、イヤホンに興味を持つ世代も変化するんで、今コーヒービーンを買うなら、新しくリリースされたソロを買ってね、っていうことなんだろう。ただ、実機を聞いてみて、個人的にはコーヒービーンの鳴り方の方が好きだけどね。じゃあ、最後にソロを聞いた印象だね。まず、バンドルケーブルではちょっと物足りなさを感じたんで、以前、イージーイヤコンズさんに送ってもらった KB や ST12 を使ってバランス接続で聞いた印象ね。低域はやっぱり量感優先で、あまりはっきりしない。EQ で少し絞ってみて、バランスが改善される感じ。なので、全体的に低域が他の帯域をマスクしちゃってる感じかな。2.5 キロ、5キロ、7キロあたりにピークがあって、特に 2.5 キロ、5キロあたりはそれなりに目立つんで、音は結構太く感じる。ボーカルはある程度抜けてくる。ただ、シンバル系が抜けてこない。ハイハットの刻みも聞こえづらい。全体的に音が遠めに感じて、改造感が高いとは言えないな。あんまりいいとこないんですかね。もともと低域が少なめのミックスのアルバムとかには結構いい感じだったよ。あと、アクション映画を見てみたんだけど、セリフが太く、視察音を感じず、迫力もあった。なるほど。音楽再生が抜群に良くても、映画とか見ると、セリフがキンキンするモデルもあるからね。そういうこと。なので、音楽だけでなく、映画視聴やゲームなど、この一本で幅広い使い方をしたい人にはいいんじゃないかと思ったよ。コーヒービーンを持ってる人は、あえて買わなくてもいいんじゃないかと思ったけどね。なるほど。はい、まとまりましたね。ということで、CCZ-DC02 プロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。